今日はテレビの BGM で使われるテレビ音楽のスタイルを解説していくよ。前回の映画音楽と似たテーマの動画だよ。今回はテレビ由来の音楽を紹介していく。動画の前半では明るい雰囲気のあるテレビ BGM のスタイルを紹介するよ。コーポレートミュージックは企業 CM などで使われる明るくシンプルな音楽だよ。ピアノやギターなど伴奏楽器は多く、明るく華やかな雰囲気はあるんだけど、メロディーやリズムが単純で良くも悪くも印象に残りにくい音楽。コーポレートミュージックは昔の動画で効果が弱いと話したことがあったけど、 V5.5 現在では問題なく使えるよ。他の曲と混ぜると多少消えやすいけどね。ドキュメンタリーミュージックはドキュメンタリー作品で使われる音楽。スローテンポで静かな曲調、サビなどの盛り上がる場面もないよ。ニュースミュージックはニュース番組で使われる音楽のこと。先の展開が気になる感じにさせる、視聴者の興味を引く短いイントロが特徴。使うコードに特徴があるんだけど、音楽的に難しい話だから説明は省略するね。それとスノのニュースミュージックは生成される曲が短くなる厄介な問題がある。スタイル単独でインスト曲を作ると10秒から20秒程度の曲になってしまうよ。長いインスト曲を作りたい場合は他のスタイルと混ぜる必要があるね。私が試した範囲だとロングを1から2回入れるのが一番いいかな。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。テレビの中で夢を見る、君の光に触れたくて、リモコン越しの指先で僕の名前を呼んでいる。明るいテレビ音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。基本的には BGM を作りたい時に便利なスタイルだと思うけど、他の用途に使っても面白そう。いろいろと試してみてもいいかもね。動画の後半では暗い雰囲気のあるテレビ音楽のスタイルを紹介していくよ。サスペンスミュージックはサスペンス作品で使われる緊迫感を煽る音楽だよ。ベースが主役の重苦しい雰囲気の曲で効果音風の激しい楽器音が使われる。ミステリーミュージックはミステリー作品で使われる奇妙な雰囲気の音楽。前回の動画で紹介したスパイミュージックとサスペンスミュージック、ミステリーミュージックは音楽的に共通点が多い似たジャンルの音楽と言えるね。
ミステリーミュージックは緊迫感よりも奇妙な雰囲気を重視している音楽。激しい音やリズムはあまり使われないジャズ風味の軽さを感じる音楽かな。ロマンスミュージックはロマンチックな場面で流れる哀愁感のある音楽。今回紹介した他のスタイルと違って明確なメロディーがあるのが特徴。ロマンチックなシーンに言葉はいらない。だから代わりに音楽が前に出るんだね。主役の楽器がかなり目立つのでインストバラード向きのスタイルかな。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。古いソファーで足を組み夜の雫を飲み込んで古いソファーで足を組み夜の雫を飲み込んで暗いテレビ音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。最後にちょっとした補足説明だけど、前回と今回で紹介したスタイルはニュースとかスパイのようにミュージックを抜いてもほぼ同じ効果だよ。入力が面倒くさく感じる人はミュージックは入れなくてもいいと思う。ミュージックを入れる方が正式名称だから。この動画では正しい表記を使ったよ。それじゃまたね。